今日は海外旅行での機内持ち込み荷物と最近旅行用として気に入っているリュックをご紹介します。今回は旅行先にパソコンを持っていく必要があって普段より荷物が多いんです。子連れの旅行ってただでさえ保安検査場で結構バタバタすると思うんですけど、今回はパソコンも持っていかないといけなくて、しかもパソコンって壊したりなくしたりしないようにと結構気を使いますよね。で、パソコンが収納できてかつ安全に持ち運べるリュックを探していたところ、ちょうどトムトックさんからお声掛けいただいて、旅行や出張に最高のリュックをご提案いただいたので、本編の中で詳しくご紹介したいと思います。では早速始めていきます。まず私の機内持ち込み荷物ですが、大きい荷物を入れるリュックと、あとは貴重品を身につけておくための小さいバッグの2個持ちにしています。まずは貴重品を入れる小さなバッグからご紹介します。こちらの青の小さなバッグはエルベシャプリエの S サイズのショルダーバッグになります。このショルダーバッグはとっても軽くて、必要最低限のものだけ持ち運ぶにはちょうどいいサイズです。中は特に仕切りなどはないのですが、チャックが2つついているところが地味に使いやすいです。またこの小さな見た目の割にたくさん物が入ります。中身をご紹介します。こちらがパスポート、財布、日本円も旅先で使う外貨も全部この財布にまとめて入れています。そしてハンカチ、ティッシュ、消毒液、そしてこちらがリップなどを入れているポーチです。鏡がついていて、中に絆創膏が入っていて、あと中にはリップや目薬、あと小さなコームとか細々としたものが入っています。次にリュックの紹介です。こちらはトムトック T66 トラベルバックパックです。40リットルの M サイズと28リットルの S サイズのラインナップがあって、私のこちらは S サイズになります。私は普段旅行ではスーツケースを預けるので、移動中はそんなに大荷物にならないのと、身長も160センチ未満とやや小柄なので S サイズを選びました。リュックだけで旅行したい場合、S サイズはだいたい 2,3 泊ぐらいの荷物が入って、M サイズは 4,5 泊ぐらいの荷物が入るイメージです。どちらのサイズも機内持ち込み可能のサイズになります。カラーはブラック、グリーン、そして私が使っているグレーがあります。グレーは結構明るめのトーンで、汚れたら目立っちゃうかなと心配になるかもしれませんが、床につきやすい底の部分や、あと背面の縁は黒の生地が使われているので安心して使えます。ちなみにリュックの生地自体も撥水仕様です。実は今回の旅行の前にもこのリュックを使って国内を移動したことがあって、その時に本当にこのリュックで良かったなと思った場面があったのでご紹介します。私が一番のメリットだと感じるこのリュックのポイントなんですが、ここからこのリュックを開けるとこういう風にカパーッとまず開きまして、背面がパソコンを入れる用のポケットで、そしてこちらが他の荷物を入れるメインの部分になるのですが、こちらのメインの方がチャックがこうやって上から下まで開いて、カパーッとこんな感じでスーツケースのように中身全体を見ることができるんです。特に子供を連れて移動する時なんかは、例えば子供の上着をリュックの奥の方に入れていて、普通のリュックだとそれを取り出すために上にある荷物をどんどん取り外していって一番底にある荷物を取り出すという風になると思うんですが、このリュックだとこんな感じでパカーッと開くことができるので、取り出したいものをパッと見つけて取り出すことができるのでとっても楽でした。そしてパソコンを入れる場所とこちらのメインの場所がそれぞれ分かれているところがすごく助かるんです。どういう時にすごい助かるかというと、旅行や移動中にリュックの中の荷物がパンパンに詰まっていて、もうこれ以上何も入りませんみたいな時に、保安検査場でパソコンを取り出す必要があると、そのパンパンのリュックの中からパソコンを取り出して、そして検査の後にまたパソコンを入れ直すっていうのがすごく大変なんですけど、こうやってメインの部分とパソコンを入れる部分が分かれていると、どんなに荷物がパンパンでもこちらのパソコンだけはすごくスムーズに出し入れができます。
これはトムトックのトラベルバックパックを使ってみて一番助かった部分でもあります。ちなみにメイン室はこちらからも開けることができます。前部分からもパカッと開けることができます。そして大きいリュックって荷物が多くなりがちだと思うんですが、今これを見てもお分かりいただけるようにポケットが結構あるんですよね。まずパソコンを入れるスペースがポケットが2つあるので、例えばパソコンとあと資料とかノートも入れることができるし、こちらはメッシュのポケットがあるので、私は多分パソコン周りのマウスとかここに入れようかなと思います。前面に大きめのポケットがあって、そして左右のサイド部分に水筒とかペットボトルとか、あと折りたたみ傘とか入れられるポケットがついています。そしてさらにこのリュックの上の部分に小さなポケットがついています。ここはリュックの一番上で、しかも小さいのですぐに取り出したくなるようなスマホとかパスポートとか小さめのものを入れてもいいかなと思います。小さめポケットですが、パスポートは入れると結構深さがあって奥まで入ります。移動中このリュック一つで移動されたいという方には、ここにパスポートとか入れるといいかもしれません。ではリュックの中に荷物を詰めていきます。こちらのメイン室なんですが、実はこういった底板がついていて、荷物をたくさん入れたいときはこの底板で街を広げて、で荷物が少なめの時はこれをペタンとすればリュックをコンパクトに持つことができます。はい、では入れていきます。まずは私の寒い時に羽織る用の上着、そして子供用の上着と、あとは予備の着替え。機内に持っていく着替えはなるべく薄手のものを必要最低限だけ持っていきます。そして次が電子機器類、モバイルバッテリーとか、あと Vlog 撮影用のカメラも持っていきます。こちらのガジェットポーチもトムトックさんからご提供いただいたもので、中がですね、ポケットがたくさんあるんです。そしてこの周りの生地がかなり厚めで、こちら側に持ち手もあるので、かなり安心して使うことができます。特にこういった精密機器、カメラなんかは分厚いポーチに入れて慎重に持ち運んでいたのですが、このポーチを使うと安心してそしてすっきりしまうことができます。次は機内で使う細々としたものを入れていきます。機内で使うものはあらかじめこういった薄手のエコバッグに入れて、飛行機に乗ったらすぐリュックから取り出せるようにしておきます。まずはこちらのコーンスープの箱の中には子供が食べる用のお菓子を入れてあります。あとは子供が使うヘッドホンです。機内で配られるイヤホンやヘッドホンが子供の耳だとちょっと大きすぎることがあるので、以前子供用としてもらったヘッドホンを大事に今も使っています。あとは Kindle、マスク、あとこちらのポーチの中にアイマスクとウェットティッシュ、昼間の便に乗るときは日焼け止め、有線のイヤホン、フライト中は Bluetooth イヤホンだと落とした時に探すのが大変なので、私は毎回有線のものを使っています。こちらがマルチバームです。乾燥が気になる箇所とか、ちょっとした傷とか、あとは虫刺されなど何にでも使える軟膏になります。今紹介したものをこちらのエコバッグに詰めていきます。メイン室の方は全部入れまして、こちらのパソコンを入れる用のポケットにパソコン、こちらは14インチになります。そしてもう一つ、子供のお絵かきセット。そして前のポケットの方にこのスケジュール帳兼ノート、以前の動画で旅ノート始めましたとか言って、このノートをトラベルノートとして使い始めたんですが、あれから結局大したことも書いてなくて、最後の方は子供のお絵かき帳になってしまっているんですが、でも念のため持っていきます。あとはサングラスは壊れやすいので、
一番上のポケットにしまおうと思います。あとはお水です。空港までの移動の間でも飲んで、あと保安検査場に入る前には中身を一旦捨てて、出国審査が終わった後にまたこの中にお水を詰めて使おうと思います。はい、これで全部入りました。実はこのリュックの両面にベルトがついています。で、荷物があんまり多くない時はこちらのベルトを締めてキュッと締めればさらにコンパクトになります。そして最後に機内持ち込み荷物ではないのですが、同じくトムトックさんからご提供いただいた商品の中で街歩き用のバッグとしてとっても良かったものがあるのでご紹介させてください。こちらはテラ34という型番のショルダーバッグで、トムトックさんからは街歩きに使えるようなサイズのバッグのラインナップがいろいろ出ているのですが、このテラ34が一番フェミニンなデザインで女性は使いやすいんじゃないかなと思っています。最近はいろんなブランドからこういったハーフムーンとか三日月型のバッグが出ていますが、このバッグは何がいいかというと、このふわふわの生地です。このふんわりしたキルティング素材が見た目が可愛いというだけではなくって、中身を開けると結構分厚めなふわふわ生地になっています。なので旅行中にカメラとかサングラスとか入れたい時に安心して使えます。そして中のポケットの数もちょうどよくって、パスポートなんかは大きめのポケットにしまっておくと安心だと思います。小さめに見えるんですけど、この S サイズも 500ml のペットボトルが入ります。表面には小さくロゴがついていて、背面にはまたポケットがついていて、こっちはスマホとか入れられます。そしてメインは斜め掛けとして使うことが多いのですが、ストラップを短くすると肩掛けとして使うこともできる 2way になります。そしてこれ、実は私が先日使っているのを母親が見て、なんと真似して同じものを買っていました。私からは特段紹介したりだとか勧めたりとかしていないし、私が YouTube でこうやって動画を出していることも全く知らないんですけど、使っている姿を見て良さそうだなと思ったみたいです。確かにシンプルなデザインなので幅広い年齢層で使えそうなのと、あとはこういったワンカラーのシンプルなデザインだからこそ、今流行りのキーホルダーやストラップをつけて自分流にカスタマイズしても楽しいバッグだと思います。以上になります。いかがでしたでしょうか？旅行や出張でパソコンを持ち歩くときって荷物が増えるだけではなくて、盗まれないようにしなきゃとか、壊れないように保護しないととか、心配事が増えて普段よりも移動のハードルが上がりますよね。そんな時、今回紹介したトムトックのバックパックを使うと旅行が快適に、むしろこのリュックのおかげで助かったという場面が出てきます。今回紹介した商品は Amazon から購入できます。概要欄にリンクを置いておきますので、こちらもよろしければご参考ください。このチャンネルでは年に数度の旅行を糧に日常を生き延びている私が、旅にまつわる情報やパッキングのコツ、あとは旅行の Vlog などを発信しています。私と同じように頻繁には旅行へ行けないけど、常に次の旅行を考えながら日常を過ごしたいという方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。まったねー。